からいきますよ。はい、はいはい RC 統合。こんにちは、どうぞです。こんにちは、ドクター三浦です。はい。僕って前聞いたことあったっけ、好きな女性のタイプとかって。いや、ないんですよ。あ、じゃあ好きな女性のタイプ。やっと言えるタイミングが来ましたね。北川景子さんとガッキーだね。トワイスのモモだね。とかね、いろいろあるんですよね。僕もちょっと女性のタイプそういう言ったことなかった。そうですよね。テンション、そう。あ、僕も好きな女性のタイプ。聞きたい。僕結構こだわりが強くて、やっぱり歯をちゃんと磨く女の子、毎日綺麗なパンツを履いてる女の子。ということは逆にそうじゃなかった子がいたってことですよね。ね、その辺はご想像にお任せしますけど。あとちゃんとパンツを履いてる女の子。そんなみんな履いてるでしょ。いやでも、は例えば私今日ノーパンなのっていう子いませんでした？いやいやいないですね。そういう女の子じゃない、ある程度まともな子がいいです。当たり前ですよ。当たり前ですよ。基準ガバガバじゃないですか。結構ガバいですよね。いやいや、芸能人とかでいないんです。桜井日奈子とか、はい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 。橋本環奈とかね、はい、よく言ってますもんね。ぶっちゃけ誰でもいいような気もするんですけども、ある程度可愛かったらあの辺のクラスが出てきたら、誰見ても最高って思いますよ。いや、それは思いますよ。普段いたらすごいっすよ。あ、そういたらもうタイプはその子になると思うよね。でね、まあちょっとマニアックな話になったところで、で今日はねちょっと伝説のモーターを紹介したいっていうか、マシンの方につけていくんですけれども、ハイブリッドの方ね、三浦さんにちょっといろいろお世話をしてもらってるんですけれども、なんで三浦さんに託してるかっていうと、まあ、実車でかなり経験値が高いっていうところで適任かなみたいな感じですごい思うんで、であと D1 のスポッターもやっているというところで、まあ実車と多分ハイブリッドっていうのはリンクするところが多いと思うので、そうですね。その点でやっぱりそういう経験がないとなかなか語れないっていうところが多いと思うんで、やっぱり三浦さんだろうと思うんですよね。実際リンクできてきたのって最近ですよ、僕。あ、本当ですか？これでお預かりしてから1年半ぐらいですか。やっとですね、最近ですよ、本当に。やっとこの車を乗っ取る感じ、操縦しとる感じとラジコンのハイブリッドをやっとる感じ、やっと今ここ1ヶ月ぐらいですかね。最近すごい楽しそうな。楽しいっすよ、実際ね。声出ちゃってますもんね、僕ね。ハイブリッドばっかだったもんね。今回ねちょっとねこのモーターなんですよね。伝説のモーターって言ってるんですけどね、D ライクのこれはブラックリミテッドですよね、今回。リアルドリフトスタイルのリアルドリモーターっていうのがあるんですけれども、こちらをねマシンの方にちょっとつけていこうかなというふうに思っております。今のねそのハイブリッドの状態の方もね、いろいろちょっと説明してねしてもらおうかなっていうふうに思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今これからね交換なんで、めちゃめちゃ研究しとるもんね。めちゃくちゃですよ、もう本当に。いや、人一倍やらないとね、これならないなってことが分かっちゃって。で三浦さんの性格上、やらんと気が済まんもんね。いやもう妥協は嫌ですね。モーター変えるだけでこんな。あ、それごと。もうこれごとですね。これごとがっつり取るんだよね。フロントバルクごと。なるほどなるほど。ボールもすっきりです。これも8点で止まってるだけなので。モーター本体。あとはセンサーケーブルがついてますね。こんな感じね。センサーケーブルついてます。はい。これが出た時にお客さんにハイブリッドの人が結構いるんで、結構買い替えって言ってたんですよね。みんな買わないんですよね。なんで買わんのって言うと、壊れないんだもんとか。そう。前のやつがですよ。前のやつというか、ガンメーターのね。そう中は一緒の仕様なんだけども、壊れないからもう買わない。なくなっちゃうかもしれないけど、買っときゃいいよなと思ったんですね。いや、本当ですよね。いや、でもここのお客さんで2台ほどついてますね、今。壊れないっていう吉原市ですよね、それ。いいことなんですけどね、それ。まあ。ハンダ付けね、モーターの方、ハンダ付け完了。コネクタ使わずに直接、もうハンダで。はい、今やっと完成しました。モーターが、ここですね。ついてます。あとはね、走ってるとこね。そうですね。
じゃあD ライクのね、リアルドリーモーターをつけてみて、その三浦さんのねちょっとインプレッションを聞きたいなっていうふうに思いまして、そうですね。今までも 10.5 のねモーターを使ってたんですよ。結構コリングが強いモーターを特に強いモーターを使ってたんですけど、ちょっとね不満があるところもあって、何かっていうと結構なんていうのかな、回転落ちが結構激しかったんですよね。ドラグブレーキ云々の話じゃなくて、ただもう本当にコギンが強いからメカニカル的にこうグーンと落ちちゃうっていう感じが強くて、車でいうところのこうブーンと上がってストーンと落ちるみたいな感じなので、なんていうのかな、車っぽくないっていうか、モーターだから仕方ないんですけど、パーンと落ちちゃうところがあったんですけど、で今回つけさせていただいたこの D ライクの新しいモーターなんですけど、その辺のなんていうんですかね、こう下りがマイルド、車って本来そうですよね、こうレスプロエンジンとかそうですけど、ブワーって上がっていきなりストンと落ちないので、ブーって上がってゆっくりまたブーって下がるっていう感じ。なんでそこが欲しいかっていうと、こうもう一回踏み直す時、もう一回アクセル踏み直す時にそこを使ったりするもんですから、ということはラフじゃないんですけど、スロットル操作に対してこうついてくる、下りでついてくる感じで、もう一回ついてきてもう一回握れる、ラジコンで握るっていうんですかね、っていう感じになるので、そうするとこう違和感なくもう一回振り返したり、こう振り返しでもアクセルオンオフオンじゃなくて、オンの中でオン返しって言うんですけど、振り返す時アクセルオンのままブーってこう振り返せるっていうところがすごくなんかやりやすいなっていうふうに思いましたね。そうか、普通のモーターだとスコーン落ちちゃうもんね。そうですね、そこでやっぱり一番不安定になるじゃないですか、車って。何にもない時っていうか、入力ない時はっていう感じじゃなくて、まだ残ってるので、なのでそこにこう荷重を置いとけるからもう一回移すっていう、前それから後ろにもう一回移すっていう時にやりやすい。なるほど。だからこういう風なんだっていうのは思いましたね。だから最初からこれだと僕ちょっと気づけなかったかもしれないですけど、特に違うモーターと比較することができたので、よかったなというふうに思います。実写的な目線に近づいた感じのモーターっていうことですかね。そうですね、そういうのがすごくありましたね、感覚として。あと三浦さんの場合はすごい踏んでくる系だもんね。そうですね、でも実際にドリフトってそうだと僕思ってるんですよね。確かに実写で方はかなり踏んでますからね。そうですね、踏んでなので、そういうのをこう表現しやすい、ですね。実際ドリフトってこうなんだっていう表現し、モーターでこんな変わるかっていうのはちょっと思いましたね。やっぱすげえんだこのモーター。そうですね、だから別にどうなんでしょう、僕率直に思うのは別にハイブリッドに限ったことじゃないと思うんですよね。この特性を生かしてで別に違うシャーシにでも僕はいいと思うんですよね。なるほど。そういうのを待ってたっていう人もいると思うので、握っていきたいっていう人ですよね。そうです握って旋回していきたい、安定した旋回をしたいっていう振り返しをしたいとかいう人にはもうすごくおすすめだなというふうに思います。最初のインプレッションでね、それだけのものが出てくるっていうのはかなりいい感じなのかなっていうふうに思いますよね。そうですね。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。今ね走ってたマシンをねちょっと仕様を見せてもらおうかなと思いますよ。ストックの状態からそう大きくは実は変えてないんですけれども、ハスの中は D ライクさんからオプションで出てます VM ピストンっていうが組み込まれています。やっぱ違うあれ。そうですね、接地感がこれはめちゃくちゃ変わりましたね。本当。そうですね、特にこの東郷さんだとどちらかというと食いにくいアスファルトなんですけれども、それでも捉えていく感じがどんどん出てくるんですね、これ。なのですごくドライバビリティがいいっていうか、操作してるっていう感じが出ますね。なのでびっくりしましたね。ギアに関してはストロングギアで僕はソリッドにしてます。ソリッド、ボールではなくて、最初は標準ボールなんですけれども、先ほども出たような路面が滑りやすいもんですから、LSD でいうところの抜けるところがなくて僕はいいと思ったのも、デフロック状態でアクセルオンの時もオフの時もきちんとデフが効いてくれてるっていう状態が欲しかったので、これはもう完全ソリッドでいこうと思って
まあ実際実車と比べたら全然パワーありますからね。そうっすよ。2000馬力級なそうので、めちゃくちゃありますよ本当に。だったらまあこれでもいっかみたいな、そういうふうに思いましたね。はい、あとはまあ樹脂のタイヤなので、実際にこうね左右同じように回ったとしても、ゴムじゃないので、そうだよね、はい、潰れるならそういうのもないしね。大丈夫ですね。あとはまあやっぱり重りですね。ハイブリッドやっぱり接地感と動きですね。あと荷重移動させるのに重りを結構乗せてますね。結構乗せてます。まあバルクよりも前、バルクよりも後ろっていうのが最近ずっとやってるんですけども、前と後ろね。はい、そうですね。まあそれによって4輪全部飛ばしていくとかですね。荷重を置いていくというのに対してこれちょっと今やりやすいので、そういうふうにしてますね。まあ確かにこの辺とかはね、まあ実車で言ったら結構トランク部分で重かったりもする。そうですね。はい、燃料タンクであったりあるもんですから、そういうのが表現できるかなというのはあります。なるほどなるほど。使ってるアンプは双葉の971ですね。モーターは今つけさせていただいたリーベックのモーターになりまして、でサーボはレブリを使ってます。これはちょっともう設定が全然これ違うんですけど、どうでしょう、 RDX とか、YD2 と違う設定にしてます。でジャイロはリアルドリジャイロですね。はい、ありがとうございます。